おお。だらーせいうわおお。おや、静かになりましたね。お帰りなさいませ、健介様。もうお稽古はおしまいですか？そうですか。ではお水でもどうぞ。ですがさっきの様子を聞くに、他の皆様は全く疲れていらっしゃらないようでしたが、健介様の悲鳴が一番大きく聞こえておりました。稽古であれば死にはしないでしょう。今のうちに修羅場をくぐっておけば、いざ本番で慌てずにも済むかと。それはまあ承知しておりますが、だからといって鉄砲に突っ込むような真似は。何ですか？健介様。さあ、体もぼちぼち温まったことですし、稽古を始めるのですよ。だから準備運動なの。あんなの体を動かしたうちに入らないのです。ほら、健介様も早く行くのですよ。松平衆随一の本田殿や榊原殿に胸を貸していただける良い機会です。存分に揉んでいただいては。綾菜のおっぱいは貸したり揉んだりできるほど大きくないのですよ。そういう意味じゃないわよ、綾菜。マリも貸してあげるの。シノも行くですか？いえ、私は遠慮しておきます。その分健介様を鍛えてあげてくださいませ。先ほども言ったではありませんか。本田殿やマリさんのような達人に相対する機会などそうありませんよ。任されたのです。はあ、健介様、せめて戦場では心配しなくていいくらいには強くなってくださいませ。それだけ鍛えられた証拠です。お疲れ様でした。はい、よく眠っていらっしゃいます。
健介様ももうお休みになりますか？いえ、私もあまり眠気は。そういえば健介様、私のところに逃げ込んでいらっしゃった時、何かおっしゃろうとしていましたが。随分と唐突なお誘いですね。ああ、そういえばそのようなお話もありましたね。すっかり。冗談です。忘れてなどいませんよ。ただ期待していなかっただけで。健介様のことではありません。よもや果たせるいとまがあると思っていなかっただけです。正直楽しみにはしていましたが、そうするようでは私もまだまだ青2歳ということですね。ですがよろしいのですか？三河のお二人も何よりマリさんもいらっしゃいますし。健介様、それは私が明日健介様と同行することが前提になってはいませんか？私に用事があって行かないとなれば、三河のお二人にどう申し開きをするおつもりだったのです。織田家の呉服が三河のお二人に謝罪？いえ、約束を反故にしては私が三河のお二人を信用していないとも取られかねませんし。ともかく織田家の面目を立てるためにも明日は必ず同行させていただきます。当然です。もはや場所の問題ではありません。たとえ槍が雨のごとく降り注ごうともお供させていただきますからね。そうと決まれば早く寝てしまいましょう。明日は早いのですよね。兵は拙速を尊ぶと言います。ほら、健介様もお早く床に。ささ、お早く。どうにも寝つけないようでしたら子守歌でも歌って差し上げましょうか。では明かりを消しますね。はい、お任せください。
大船に乗ったつもりでいるのですよ、健介様。マリンにもお任せなの。よろしくお願いいたします。お土産楽しみにしてるの。言ってしまったのです。マリ様を任せてくださったのは私たちが信用されてるってことなんだろうけど、信用されすぎじゃないかしら。それって悪いことなのですか？悪くはないけど、まあいいか。それでかよ、アヤナたちは何をすればいいのですか？マリたちはケイスケの留守を預かったの。責任重大なの。そうなのです。責任重大なのです。責任重大。責任重大。責任重大。で、かよ。何？責任重大ってどういう意味なのですか？大丈夫かな、本当に。そういう健介様こそ、その先の岩に苔が。なるほど、これは確かに一見の価値のある景色ですね。私は魚釣りはしたことがありませんので。魚を食べるのは大好きですが、魚好きのすべてが釣ることも好きなわけではないのですよ。しばらく見取り稽古をさせていただきます。健介さん、釣りは？そうですか。先ほどの位置では手元が見えませんから、たくさん盗んでいいのですよね。お邪魔ですか？お邪魔でしたらおっしゃってください。7寸はありそうですね。すごい。
ああ。こういうことだけはお得意なのですね。大変でした。そこはもともと一人の私ですから気にはなりませんでした。街道の治安も悪くはありませんでしたし、ただ三河者がいえ、同盟を結んでいる織田からの使いということで賓客扱いでしたから、むしろこちらが恐縮してしまうほどでした。扱いの悪さは美濃で慣れていましたから、扱いが悪い分には問題なかったのですが、何せ三河者が相手でしたから。健介様は三河武士の基準をどなたでお考えです？三河武士の基準は綾菜さんですから。はい、魚料理一つとっても単に塩辛いだけで、あちらの考えでは魚はご飯のおかずになれば十分だそうで。健介さんは？今はお一人で平然と魚をビッグに収めていらっしゃいましたが、先ほど私に竿を持てとおっしゃったのは。もう2匹目でしょ。お一人でそこまで釣れるなら私が釣る必要もないのでは？そうさせていただきます。健介様にとって世の中に悪い女性などいないでしょ？初耳です。どんな女性でも垂らすのかと思っておりました。ですがひねくれ者の私も平気、イノシシの綾菜さんも平気、森家のお二人も平気で、素直なひよたちやマリさんも平気とくれば。そのような節操なしの健介様なら三河も楽しいのかもしれませんが、ひねくれ者の私にとってはまさに苦難の連続でした。まあ収穫といえば織田がどれほど居心地が良いかが改めて分かったくらいですか。ひよやコロは気の回し方もうまいですから。あの呼吸は真似できる自信がありません。そうやって健介様が甘やかすから私がひねくれ者のままなのですよ。
居心地が良いのかもしれませんが。ですからヒヨとコロですよ。そう言われたいなら私が素直にそう言えるような態度をとってくださいませ。いただきます。美味しいです。これこそが塩だけの味ではない、ちゃんとした魚の味。そちらは戻ってからの楽しみにさせていただきます。ですがこれも十分美味しいですよ。そういえば健介様、私はここに連れてきていただきましたが、ヒヨとクロとは結局どちらに行かれたのです？何をしていらっしゃるのですか、健介様。二人がそれで良いと言うなら、それで手を打たれては？そんな些細なことで嬉しいのですよ。私もこうして一緒にいるだけで。何か？でしたらそれこそ大谷でのクオン様と同じように一緒のお布団で夢の国にでもお連れになっては？クオン様やユイナ様には内密にしておきますが。いえ、健介様の口からまさかそのような言葉が出てくるとは意外で。まあそうですね。人は垂らす。その上で無節操にだらしないとなれば、それこそ手に負えませんし。はい。今はそういうことにしておきましょう。どうかなさいましたか？これだけ釣れればもう十分では？では何のために竿を垂らすのです？
健介様はそこまでして私にも釣りをさせたいのですか？退屈であれば散歩にでもお誘いします。それに私が糸を垂らすなら釣り針はまっすぐにしておきますよ。はい、太公望、魚匠は文王を待つ間まっすぐな針を水につけずに垂らしていたとか。ですが魚に話の腰を折られることはなくなります。おや、私に見取り稽古をさせていただけるのでは？世の中には口実がないと甘えられない不器用者もいるのですよ。ですからたらしと言われるのです。健介様、健介様、はい、健介様、少し力を弱めて。次は一度引きましょう。ですからその方が得意だと言ったではありませんか。もう少し引いたら緩めてください。油断はできませんが健介様のおそばに仕える者として必ずやお役に立ってみせましょう。はい、今です。はい、大丈夫ですか、健介様。私もなんとか。深すぎず浅すぎずちょうど良い深さだったようですね。それより健介様、私が落ちた時かばってくださいましたよね。ありがとうございます。健介様は？そうですか、よかったです。いえ、申し訳ありません。ですがなんだかおかしくて
それに健介様だって笑っているではありませんか。何ですかそれ。そうですね。でも健介様、一頭切れてしまいましたね。主ですか。相当な大物のようではありましたが、あれが。そうですね。それでは上がりましょうか。健介様、どこか痛いのですか。でしたら早く上がりましょう。こんなところにいると風邪をひいてしまいますよ。火種もまだ残っているはずですから、焚き火もまた起こせるでしょうし。はい。はあ。はい。こうですか。もう半歩。ちょっと健介様、人が心配していたのに、あなたという方は。やめません。一体私のどこを見ようとしていたのですか。ダメです。はあ、別に先ほどのことで怒っているわけではないのです。ですが。あなたという人はもういいです。帰りましょう。そういう意味ではありません。日が沈むまでここにいるおつもりですか。仕方ありませんね。足元危ないですから。健介様、今日はありがとうございました。はい。はい。分かっています。
健介様。嫌です。逃げるなら二人で。絶対健介様のおそばから離れませんから。どうしたんだ健介。おう小僧、なんだこんなところで刀など構えおって。それ以外に何に見えるってんだ。鬼を殺して山中を巡っておったら少々迷ってな。ここはどこだ？んだよ、やっぱり逆じゃねえか。誰がこっちで合ってるって？はあ。うるさいクソガキ、貴様こそこちらで会っていると言い切ったではないか。この辺の巣は全部ぶっ潰したし、鬼どもも皆殺しにしてやったけどな。明日からはもう少し東の巣を攻めようと思っていたのだがな。小僧はまだ長久手に残るのか？そうそう、ちゃんと覚えてるって。なら残りを今夜中に片付けて、わしらも長久手に向かうか。長久手か。なんだクソガキ、長久手は不満か？そうじゃねえけど、どうも嫌な感じがするんだよな、長久手って。温泉も出るし良いところではないか。そういえばまだ鹿兜のガキもいたが、よもや。ちげえよ、誰があんなガキ怖がるか。いくら母でも言っていいことと悪いことがあんぞ。いいぜ、だったら鬼より先にあの鹿兜をぶっ潰してやんよ。あ、そうだ健介、ついでに馬拾ってきてくれ。どこかその辺に繋いであるはずなんだよ。迷ったから場所が分かんなくなっちまった。だからその辺だよ。健介様、私も馬探しお供します。私を森のお二人と置いておくおつもりですか？離れませんからね、絶対。